配信100回記念、水木市の開発の歴史を振り返る動画。すでに配信が100回を超えてしまい追いつくのも簡単じゃなくなった水木市。今日はその水木市開発100回分の歴史を12分の動画でお伝えしていくぜ。最近の視聴者には優しくて、昔からの視聴者には懐かしいありがたい動画だね。正直100回もやるなんて配信者本人が一番想像してなかっただろうな。まったくだよね。最初の方はこんな感じだったんだよ。で、ライブ実況で街づくりをして、で、その街づくりをした内容を動画に収録するっていうサイクルでやっていけたらなと思っております。もともとは動画に使う街づくりを配信でも実況するっていう予定だったんだよな。マイクの音質も悪いし今とはだいぶ雰囲気が違うよね。そしてそんなつもりだったのがこうなるんだぜ。すごい今更のことを気づいたんですけどね、僕これの録画してないっすね。早速破綻してるじゃねえか。なのでこの時点でこの街は配信専用の街になったんだよな。ちなみに開発してるのは竜田駅周辺の竜田海岸だね。水木市で言うとだいぶ東の方だよな。そうそう。まだこの頃は水木市という名前もなかったね。最初は豊浦港のあたりを作っていってたんだよな。こう見るとまだ全然街が開発されてないよね。ここが後に竜田駅なんて名前がつくのも、この頃の主には知る由もなかった。当時はまだ IMT やノーコンみたいな便利モッドがなくて道路の線とかは全部デカールで引いてたよね。今思えば執念以外の何者でもないよな。そして出来上がった豊浦港。見た目の割に観光客をかなり呼び寄せてるありがたい港だな。さらに竜田駅の南側にはアトレやタワマンも建って、結構ベッドタウンらしい外見になったよね。北側は竜田神社への参道も広がる観光居住両面で面白い駅だよな。第5回目の配信は上野木隆一作の DLC モダンジャパンが出た頃で、それを紹介したね。この頃でまだ第5回なのか。やがて開発はこの街を東西に貫くバイパス国道214号を中心に進んでいくことになるよ。初の大型商業施設であるところのイトーヨーカドーなんかも作ったよな。この辺りから徐々に地域名とかが決まってくるようになったね。わかる。そしてものすごいフェリーの数。水木市は空港を作らないから輸送が全部フェリー頼みなんだよね。そして第8回からは、水木市南部の小高い山龍神山を観光名所として開発していく。龍神山は山頂に位置する辰巳神社とその景観が観光スポットになっているよ。神社までは龍神スカイラインで結ばれているんだよな。龍神スカイライン開発は3時間程度のつもりが朝まで7時間以上かかったね。当時はノーコンもなかったしガードレール設置とかも大変だったもんな。朝になって拝んだ山頂までのドライブシーンは当時は感動ものだったな。第11回と14回では、地方私鉄豊電の路線敷設と沿線作りが一気に進んだね。水木豊浦電気鉄道、略して豊電だな。ここまで作ってきた豊浦港と、陸を挟んで反対にある水木港を結ぶ私鉄だね。今となっては水木市の交通を牛耳る地元最強の鉄道会社だよな。第13回は、当時制作したアセットを使って築上配信をしたよ。かなり専門知識を持った視聴者の人がいて相当アカデミックな配信になったよな。この配信は各分野のプロが街づくりに助言をくれるから、見てるだけでもかなり勉強になるよ。わかる。第15回周辺では、豊電と国道214号をセットで開発していったよ。高速道路のインターチェンジなんかも作ったな。水木インターは水木市の物流を支える大事な施設だよね。こんな感じで、線路と道路沿いがだいぶできてきたね。そういえば阪野さんがアセット制作を始めたのもこの辺だったよな。そうそう。厳密にはサブチャン配信が初めてで、その後本チャンネルで設置されるようになったね。これ、すごくないですか？なんとね、オリジナルですよ。まさかの。阪野さん自身も、まさかこれを皮切りに数百点も専用アセット作るとは思ってなかっただろうな。今となっては唯一無二の最強専属クリエイターだものな。わかる。さらに第21回と22回では、水木市を拠点とする世界規模の企業、水木製作所の工場群を制作。世界の水木として前足動画でも描かれているよな。アリアルさん元気にしてるかな？第23回と24回は旧国道の制作だね。ここまで作っていたバイパスが振動だとして、その旧道を作るという体だよな。アンダーパスやカーブに風情を感じる道路だね。第24回からはついにオープニング曲を自作してムービーが入るようになったよ。
実はこれのおかげでシチーズが起動しきってなくても配信を時間通りに始められるようになったんだよな。ちなみにオープニングはここまでで3回くらい入れ替わってるよ。第25回からは竜宅の施設を本格的に作っていったよ。藩の団地や竜宅シビックプラザを作ったあたりだな。そうそう。シビックプラザは難工事だっただけにその分かなり存在感ある建物に仕上がったよね。政令指定都市が意識され始めたのもこの辺だったよな。そして第28回から第30回では、中心部を離れて琴浜町のあたりを開発したよ。元は海辺の小さな漁村だったのがいつの間にか市に吸収されてた場所だな。そうそう。市内と違ってかなり田舎の雰囲気が残ってるよね。ちなみにこの辺では白タンの干物と呼ばれる謎の海産物が名物らしい。何の魚なんだろうね。第31回から第35回は水木グリーンガーデンという分譲地を制作したよ。ちょっとしたベッドタウンのつもりがめちゃくちゃ重厚長大になったやつだな。グリーンガーデンは高低差がかなりある糞工事としては難しかったよね。最寄りの東水木駅から歩くと地味に運動になるよな。この辺から1回の配信を3時間以内で終わらせてなるべくシリーズ化して分割するようになったんだよね。1回の配信が7時間とかやる側も見る側もしんどいからな。それはそう。第36回から第43回は水木駅の周辺を集中的に開発したよ。水木駅北口の地下、地上ロータリー、2階デッキの3層構造はかなり骨が折れたよな。現実の都市開発の難しさをかなり実感した制作だったよね。しかもこの駅は新幹線、在来線、私鉄がクロスする駅でもあるからな。ただ、頑張った分だけ都市の顔としてのそれらしさはかなり出ているよね。ちなみに一通り作った後で配線図まで書いて配線改良してあるあたり、水木市長って感じだよな。せやな。第46回と47回は水木インター付近を開発していったね。少し前に作ったきりで殺風景になってたからな。バイパスの周りも結構作って、だいぶそれらしい景観になったのがこの頃。第48回と49回では、インター近くに豊浦区役所も作成。個人的に、今は一番住みやすい区だと思うのがここ。役所の近くの街並みも綺麗だしね。インターも近くてドライブには最適。第50回からは日吉台という高級住宅街を作っていったよ。配信の常連さんで、かつ水木市の大地主、真白家のお屋敷がある場所だよな。そうそう。水木市内で最も手間のかかった家を制作した自信があるね。いつ見ても凄まじいようだな。この真白家のお屋敷に続いて、配信常連の人々が日吉台に家をたくさん建てたね。住宅バブルに沸いていたあの頃。ちなみに市長公邸もこの辺に建てたんだっけ？空爆でもするのかって見た目だな。それに比べて半野さんの家の見た目の良さよ。庭付き戸建てに作業場が隣接か、いい家だな。わかる。結果として第50回から57回にわたって日吉台の開発が進んだんだよな。まだ土地が残ってるけど、次分譲されるのはいつになることやら。第59回から62回にかけては住宅地帯だね。日吉台ほど高級ではないけど、おしゃれで暮らしやすい住宅街だな。ちなみにここにある豊電バスの車庫は営業所の建物からバスが湧いてくることで有名。2300年にもなるといろんな新技術が生まれてるんだな。第63回からは再び中心部に戻り、千葉町という中小企業が集まるオフィス街を開発。千葉町センタービルを中心として、オフィスやマンションが入り混じる忙しいエリアだよ。もともとこの辺には官庁街を作る予定だったけど市長の気まぐれでぼっそり官庁街が移ったんだよな。そう考えるとひどい都市開発してるな。第66回から68回は、水木市の目抜き通りの一つ、水木広小路を開発したよ。銀座をモデルにして、世界各地のブランドショップや百貨店が立ち並ぶ街だよな。この街の守り神でもある白タンが盛大に飾られてる公園もあるね。水木市の影の支配者が白タン説あるからな。第69回からは、水木城の南西部分を地道に開発していったよ。藩のモンスターロードを中心とする古めの商店街だよな。ここまで水木城を半時計回りに広げて開発していってるね。肝心の水木城本体は100回を過ぎてもまだ完成してないんだけどな。いずれは城内も作ろうという意気込みで第73回からは内堀公園を作っていったよ。城の目の前には真白 HD 本社ビルも鎮座してるな。その周辺は水木城公園として一体的に整備したよ。なんといっても目を引くのは水木城楽市と呼ばれる大通りだよな。僕の考えた最強の城下町を作った感じだね。結局10回にわたって水木城公園を制作したんだよな。小さいようで結構大きなエリアだったね。第82回の後半からは官庁街の制作に入っていったよ。市
長に強制移転させられた官庁街がようやく日の目を見た回だな。作っていく過程で行政の建物ってこんなに種類が必要なのかとびっくりしたよね。藩野さんが作る建物を指定してくれなかったらトンチンカンな自治体になるとこだったぜ。市長以外の行政はまともだからね。第88回からは水木城公園駅の次、北の丸駅を開発したよ。この駅は豊電の本社最寄りになる駅だな。同時に線路が分岐する駅でもあるね。駅前はまるで23区のようないでたちだな。そしてこの駅の近くに立つ大型商業施設が、イオン水木、北の丸ショッピングセンター。この工事は本当に難航したね。アセットで存在しない建物を、外壁から駐車場まで全部パーツを積み上げて作ったからな。ほぼマイクラとも言える建築だったよね。メンバーシップ限定配信でも内職をするくらいには相当な工数がかかったよな。ただその甲斐あって、完成度は抜群だったよね。オンリーワンの存在感と緻密さが組み合わさった最強の建築物になったな。このイオンの隣に住みたい。わかる。第97回からはイオンとデッドヒートを繰り広げるイトーヨーカドーとその周辺を制作したよ。イオンがサティだった頃からの因縁の中だな。第99回ではイオン前の交差点まで作るもクラッシュでその日のデータが消失。結局メンバーシップ限定配信で復元して100回を迎えたってわけだな。ライブで配信してる上にゲーム自体が不安定だからね。クラッシュとはうまく付き合っていかないとね。最高だぜ。てなわけで、今回は水木市開発100回分の歴史を凝縮してお届けしたよ。配信延べ時間は500時間超えてるしすごいプロジェクトだよ。しかもまだまだ続くからね。この動画で水木市ファンが一人でも増えてくれると嬉しいな。そうだね。日本のどこかに存在する架空都市、その名を水木市。都市開発ゲームシティーズスカイラインの可能性を最大限に引き出し、今日も街が成長しています。魅力あふれる街づくり配信は、毎週日曜日の夜9時から開催。市長の神野木隆一が視聴者の皆様に助けられる配信だな。そうとも言う。これからも色々な街並みを作っていくので、楽しみに見ていってね。それではこの動画はこの辺でお開きにしましょう。ご視聴ありがとうございました。